今回は花畑を3種類描いていきたいと思います。使用している画材については動画下の説明欄を参考にしてください。それでは早速描いていきたいと思います。はがきサイズの紙を使用しています。まずはじめにぐるっと一周マスキングテープで養生をして画面を3等分にしておきます。今回は半分から上を空にしていきたいと思いますので、色を塗る前にこの下の部分に色がかからないようにマスキングテープを使って養生をします。この画面の真ん中くらいのところにマスキングテープの上のラインが来るようにテープを貼っておきます。でここから上をユニのダークフタローブルー852番で塗っていきます。上の方が濃いめになるように少し濃いめに塗っておきます。で今回は全部3種類とも全て最初にこの青色を塗ってしまいます。同じように上の方が濃くなるように塗っておきます。これくらいに塗れたら水筆を使って溶かしていきます。水筆の軸を軽く押して筆先に水を十分にティッシュの上でなじませてから使います。で画面の上の方を濃くしたいので筆は逆さまに持って筆先をこの色の薄くなる方に向けて使っていきます。描きにくい場合は紙をくるっと逆さまに回して描いてください。マスキングテープの上にペタッと大きく筆をついたら横にゆっくりと動かしながら溶かしていきます。でそのまま上に行きます。最後まで溶かせたら筆先をきれいにして、ちょっと絵の具が溜まってしまうので溜まった絵の具は軽く筆で拭っておきます。で隣の画面に行きたいと思います。同じように筆先を下に向けて大きくペタッとついたらゆっくりと左右に動かしながら上へ向かって溶かしていきます。最後まで溶かせたら筆はきれいにして溜まった絵の具を少し拭っておきます。で最後も同じように溶かします。これくらいに溶けたらドライヤーを使って乾かしていきます。マスキングテープの上に残った絵の具はちょっと乾きにくいのでティッシュで押さえて拭き取っておきます。乾いたらこの真ん中のマスキングテープを剥がします。でマスキングテープを剥がすときはドライヤーで熱を加えて温めるときれいに剥がれますので、ドライヤーをかけて温めながら剥がしていきます。こんな感じで剥がれたら左の画面から花畑を描いていきたいと思います。一番左側にはラベンダー畑を描きたいと思います。ユニのブラウンオーカー882番を使ってまずは真ん中にあぜ道を描きたいと思います。真ん中にまっすぐ線を引いたらちょっと下の方が太くなるように細長い三角形を描くような感じですね。こんな感じに描いたら筆で溶かしていきます。筆にしっかり水を含ませて、でちょっと上からトントントンと叩くような感じに水をつけて軽く溶かします。ちょっと土の部分が見えている道っていう感じにしたいので全部つるんと溶かさなくていいです。
ところどころ溶けていて、色の濃いところと薄いところがある感じに溶かしておきます。で筆はきれいにしてドライヤーで今の部分を乾かします。完全に乾いたらユニのブルーバイオレット837番でここの両端の部分に紫色を塗っていきます。でこの空の際の部分から下に向かって全体に同じような感じで塗ってしまいます。そんなに濃くなくて大丈夫です。軽い力で薄く色が乗る程度に塗っておきます。これくらいに塗れたらお水で溶かしていきます。ここは水筆で溶かしていきます。筆先に水を染み込ませたら、このまっすぐの線の部分から空と花畑の際の部分から溶かします。水がちょっと多すぎるときはティッシュの上で水分を調整してください。横向きに動かしてだんだん下に下がっていきます。この道の部分を避けて両脇を溶かしていきます。こんな感じで溶けたら筆はきれいにして置いておきましょう。ドライヤーで乾かします。完全に乾いたらここにラベンダーの花を描いていきます。まずは茎の部分ですね。サップグリーン867番を使ってこんもりした株がこの辺にあるように端のあたりから放射状に何本か茎を描きましょう。こんな感じにこんもり左右から株が出ている感じにしたら、ここに花を表現するのに絵の具を飛ばしていきたいと思います。余計な部分に絵の具がかからないようにティッシュをかけて覆っておきます。で何色かを飛ばしていきたいと思うんですけれども、ステッドラーの62番ですね、薄紫色をまずは使っていきます。で普通の筆を今回は使います。ちょっと大きめの筆で先がコシがあるものを使用すると使いやすいと思います。で筆を湿らせてこの色鉛筆の先も水につけてこの芯の部分を筆を使って溶かしていきます。でお水を足してここにたっぷり絵の具を作りましょう。で絵の具ができたらちょっと飛ばしてみます。小さい粒しか飛ばないときはもうちょっとお水を足して少し絵の具を薄めにしておきます。でこの部分に飛ばしていきます。でこれくらいに飛ばせたら筆は洗って色鉛筆の先もティッシュの上でしっかりと水分を拭き取って乾かしておきましょう。次にもう少し濃い紫色を飛ばしていきたいと思います。ステッドラーの6番ですね、紫色を飛ばしていきます。先ほどと同じように筆で芯の部分を溶かして絵の具を作ります。でこれを画面の上に飛ばしていきます。
使い終わったら筆はきれいにして、水彩色鉛筆の先はしっかりと水分を拭き取って乾かしておきます。ドライヤーを使って乾かします。この部分に花を描き込んでいきたいと思います。先ほど散らしたステッドラーの6番紫色ですね。この芯の部分が完全に乾いていることを確認してから塗るようにしてください。緑色で描いたこの茎の先に花が来るように描いていきます。で、この茎の先のところに小さな円を描くようにして楕円形のお花が来るように描きます。くるくるくるっと色鉛筆を動かして何箇所かお花を描きましょう。もう少し薄い色ですね。ステッドラーの62番も使って今描いたお花の隙間くらいにちょっと花を足しておきます。で、こんもりした株がこうまっすぐ向こうに続いている感じにしたいので、だんだん線が小さくなるように少しだけ書き込みをしておきましょう。ちょっと軽く細長い線を少しトントントンと入れる感じにして、奥に行くに従ってだんだんこの点を小さくしていきます。で、こうこんもりした感じがこう出るように軽く半円形を描いて薄く色を塗りましょう。大体で大丈夫です。で、この奥の方にもちょっと濃いめの紫ですね。ステッドラーの6番も加えてで、最後に消しゴムで空の部分に雲を描いていきます。この青色の部分を角を使ってくるくると小さく回転させながら横向きに動かして雲を描きます。で、最後にこの地平線のところにサップグリーン867番で木を描いていきたいと思います。ちょっと小さめにくるくるっと動かしながらこんもりした木を描きます。こんな感じで描けたらこのラベンダー畑の部分は完成です。続いて真ん中の部分にひまわりを描いていきます。ユニのレモンイエロー805番でこの空いている部分の半分から上くらいを塗ります。地平線の部分からこの隙間の半分あたりまで黄色を塗ってで水筆で溶かします。地平線の部分に筆先が来るように当てて上から下に向かって溶かしていきます。下の方にじわっと絵の具がにじんでしまっていいので一番下まで溶かしてしまいましょう。使い終わったら筆はきれいにしてドライヤーで乾かします。
ユニのレモン807番でちょっと大きめのドーナツ型を描いていきます。で、一番手前が一番大きくて、その奥に少し小さめの丸を描いて、花の中心を残して周りをドーナツ型に丸く描いておきます。で、奥に行ったらちょっと小さくなるように丸を描いて、でこの花の部分を溶かしていきます。普通の筆の小さめのものを使います。お水をつけたら、花びらなのでこの花びらの感じが出るように外側が少しギザギザになるように外から中心に向かって溶かしていきます。でこう放射状になるように溶かしましょう。奥の花の部分も軽く溶かします。これくらいになったらドライヤーで乾かします。でこの隙間の部分には葉っぱを描きたいので緑色を塗ります。アップルグリーン870番を黄色にかからないように隙間に塗ります。上の方はちょっとこうところどころっていう感じで大丈夫です。でここもお水をつけて溶かします。普通の筆にちょっと小さめのものに水をつけてトントンと上から叩くようにして溶かします。でこの黄色い花と花の隙間が緑色になるように筆で絵の具を伸ばして塗りましょう。こんな感じに塗れたら乾かします。この花の中心部分を描いていきます。ブラウンオーカー882番で花の中心にドーナツ型を描きましょう。ここはもう水をつけないのでちょっと濃いめに塗っておきます。で一番この真ん中の部分にはアップルグリーン870番を塗ります。で全部の花にこの茶色と黄緑色を入れていきましょう。花の中心には黄緑を入れて、でこの奥の部分にちょっと絵の具を散らしていきたいと思います。絵の具をかけたくないところにはティッシュをかけて養生をしておきます。ユニのレモン807番のこの芯の先を溶かしてここに散らしていきたいと思います。筆で芯の先に絵の具を作ったらピンと弾いて飛ばしていきます。終わったら
筆と色鉛筆の芯の先はきれいにしておきましょう。でこの奥の部分には茶色も飛ばしていきたいので、ユニのゴールドウォーカー883番も同じように筆で飛ばしていきます。絵の具を作ったら筆で弾いて飛ばしていきます。使い終わったら色鉛筆の先はきれいにしておきましょう。これくらいに飛ばせたらサップグリーン867番でこの黄緑色を塗った部分に少し影を入れていきたいと思います。ところどころに濃いめのグリーンを入れてちょっと奥行きを出したいと思います。続いてカナリーイエロー808番をちょっと尖らせていただいて、この花びらの部分に少し影を入れてちょっと花びらの感じを出していきたいと思います。茶色で塗った花の中心から放射状に何本か線を入れてちょっと花びらのひらひらした感じが出るようにしましょう。あまり均等になりすぎない方がいいです。適当なぐらいがちょうどいいです。上の方の空には入道雲を描いていきたいと思います。今回はこういったちょっと地消し板っていうものを使ってこの丸い穴の部分を使ってポコポコした雲を描いていきます。消したい部分にこの穴を当てて消しゴムでくるくるくるっとその部分を消します。そうするとこんな感じで丸い形ができるので、これをつなげて雲を描いていきます。こんな感じで大体の雲の形が描けたら、隙間はくるくるっと消しゴムを動かしながら埋めて、こんな感じで雲が描けました。で最後にこの奥の方に小さな山を描いていきたいと思います。ナイトグリーン855番を使います。で山の形を軽く描いて薄く塗ります。こんな感じで真ん中の部分は完成です。続いて一番右側にコスモス畑を描いていきます。ステッドラーの薄めのピンク色ですね、21番を使います。地平線から下に向かって色を塗っていきます。先ほどのひまわりの時と同じように半分くらいまで塗りましょう。半分まで塗ったら水筆で溶かしていきます。マスキングテープの上にペタッと筆をついたら地平線に沿って筆先が来るように動かしてそのままゆっくりと下に下がってきます。で一番下の部分まで溶かしてしまいましょう。溶けたらドライヤーで乾かします。で
先ほどのひまわりと同じように手前に大きめの花を描いていきたいと思います。でコスモスはいろんな方向を向いて咲くので、ひまわりみたいにまん丸ではなくてちょっと楕円形に描きましょう。で花芯は斜めに咲いている花だとこの下の方にこの辺りに来るので、ちょっと真ん中よりずらして花芯の部分を描いておきます。で正面向きは真ん中に花芯が来るように描いて大丈夫です。あとは横を向いている花とかも描いておきましょう。ちょっと浅いお椀型を描きます。あとはつぼみは小さい丸を描いておきましょう。今使ったのが薄めのピンク色ステッドラーの21番です。違う色のコスモスも描いていきたいと思います。ちょっと濃いめのピンク色ステッドラーの20番を使います。で先ほどとはちょっと違う場所に花を描いていきましょう。少し角度を変えた楕円を描いて、で奥の方にはちょっと小さめの花も描いておきましょう。奥の方にも薄めのピンク色21番も使ってちょっと花を描き足しておきます。これくらいにかけたら細めの筆に水をつけて花びらの部分を溶かしていきます。先ほどのひまわりの時と同じように花芯の部分に向かって放射状に花びらがついている感じが出るように溶かしていきます。で筆は一回一回洗って色が混ざりすぎないようにしてください。で奥にあるお花も軽く溶かしておきます。溶けたらドライヤーで乾かします。でこの花芯の部分にはレモンイエロー805番を塗りましょう。で先ほどこのひまわりの時と同じようにアップルグリーン870番をこの花と花の隙間に塗っていきます。で上の方はところどころ緑色が見えるように塗りましょう。これくらいに塗れたら筆で溶かしていきます。で上からトントンと叩くようにして色を溶かして、でまだらで大丈夫です。きっちりきれいに溶けていなくてもいいので、花と花の隙間を埋めるようにして緑色を入れていきます。少し周りに塗り広げるような感じですかね。花と花の隙間に黄緑の絵の具を入れるようにして筆で伸ばしていきます。
これくらいになったらドライヤーで乾かします。でコスモスの葉っぱはちょっと細いものがピンピンと、くしゃくしゃした感じの葉っぱがついているので、サップグリーン867番でこの細い茎と、あとは葉っぱの感じをちょっと軽く描いておきましょう。1本線を引いたら、その脇から短い線をつけるようにして葉っぱの感じを描いておきます。何箇所か葉っぱと茎を入れましょう。で奥の方はあんまり見えないので、ところどころ小さな線を少し入れるくらいで大丈夫です。これくらいに塗れたら、この上の部分に絵の具を散らしていきます。かけたくない部分にはティッシュをかけて養生をしておきます。でステッラーの薄めのピンク色21番ですね。この芯の先を溶かしていきます。この上の部分に絵の具を散らしていきます。使い終わったら色鉛筆の先は必ずきれいに拭き取っておきましょう。で濃いめのピンク色ステッラーの20番も同じように飛ばしていきます。使い終わったら色鉛筆はきれいにしてドライヤーで乾かします。乾いたらステッラーの20番ちょっと濃いめのピンクを使って花びらに筋を入れていきます。花の中心から外側に向かって放射状に線が入るように何本か入れましょう。薄めの花にはちょっと薄めに入れておきます。花畑の奥の方には先ほど飛ばした絵の具の粒よりちょっと大きめの花を描き足しておきましょう。ところどころに花を入れて調節をします。でこの空の部分は消しゴムで雲を描いていきます。秋なのでちょっと細長い雲を描いていきたいと思います。画面の右上から斜め下に向かってスーッと消しゴムを動かして雲を描きます。で画面の奥には小さな林を描いていきたいと思います。ユニのモスグリーン868番を使ってこんもりした林をこの辺に描いていきたいと思います。小さくくるくると色鉛筆を動かして木の塊を描いていきます。
こんな感じで描けたら完成です。いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方は是非チャンネル登録、高評価、あとは書いてみたコメントなどもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。